ポス日進月歩塩田正宏です。今日は久々にコラボをします。あれなんですか、今日の達人。今日はね、兵庫県の先生のお弟子さんから連絡をいただいて、何をしても動かせる達人がいるとは。そんなわけないでしょ。いや、そんなわけない。そんな夢みたいな達人いないですよ。で、兵庫県から来て、今日初めてお会いするから、僕もまあ分かってないんですけども、どんなね、背景をお持ちの先生なのか。ただそのお弟子さんはなんかいろいろな武道をね、されていて、この先生はすごいですみたいなことを言うので。で、逆にお弟子さん、そのお弟子さん出ていただきましたか、さっき。いや、そうなんですね。出て大丈夫らしい。連絡ありがとうございます。はい。なんか何度も動かせる達人って聞いてすごい興味を持ってるんですけど、具体的にいろいろ習われてて、この先生のここがすごいっていう。ある動画で、ある先生がこんなことをしてますよって聞いたら、これはこうしたらできますよとか、この先生がこんなことをしてるんですけどって聞いたら、これこうやったらできますよみたいなことをすぐやっていただけて、すごっ。はい。すごいですね。味物真似みたいな人じゃないですか。食べて、それすぐこれですよね、この味ですね、みたいなのの武術バージョンができる人がいるんですか？はい。本当かね？そしたら、あれですね、塩田剛三が、これどうやってやってたんだろうって、ね、推測してる部分が、まあ、かなり多いですから、ちょっとそこもね、いろいろ聞いてみたいなと思います。すごっ。そしたら、その先生をお呼びしたいと思います。大谷先生、よろしくお願いします。だからね、今日初めてお会いするんですけども、まあ、先生の、まあ、動画をね、少し見させていただいて、本当なんだろう、いろんなとこ持ってて、その身体操作で崩せてる部分があるんですけども、その大谷先生はどういった、なんか、武道をされてきたとか、なんでそんな身体操作を覚えられた？そうですね、私、もともとは、大学の時にちょっと日本拳法っていうのを始めて、面をつけて叩き上げるものをやったんですけど、無差別なんですよね、体重が。で、私、60キロ弱しかなくて、全然要は勝てなかったんですよ。はい、で、それもあって、1年半ぐらいでやめて、で、体格差の関係のないような武術、武道をやりたいなと思ってて、で、その時に見つけたのが、今もないんですけど、無双軸っていう、太極拳をベースとした、体の使い方を、教えてくれるところに来ました。20年ほど教わって、で、今は独立してリセットスタイルという形で自分で教室をやっている形になります。その太極拳はベースって言われてたんですけど、はい、太極拳だけじゃないんですか？太極拳だけではないですね。太極拳、あとはその打撃拳とか空手であるとか、例えば合気道であるとかっていうことをもいろいろかじられた先生がいらっしゃって、その先生がその中でエッセンスっていうんですかね、こういう体の使い方が分かるといろんな武術の技ができるんじゃないかというものをまとめて教えてくださったというふうに私は解釈している。なるほど。形です。で、そこから大谷先生自身も独自で研究をされてるんですよね。そうですね。当時の道場でやっぱりなかなか教わったものがその日できるっていうことが稀だったんですよね。稀というかほぼできないですね。そうですね。今の武道って。はい。1時間2時間やっても結局技がかからずに終わるっていうことが結構あったんですけど、それはなんとか自分なりに解釈をして、もちろんその中で情報がちょっと要は減った部分とかもあるんですけど、ただこういう風なステップを踏んだら技ってかかるようになるんじゃないかっていうことを私なりに考えたものを今お伝えしている形になります。ってことは、1時間2時間大谷先生に教えてもらったらできるようになるんですか？その場では。本当ですか？はい。すごくないですか、増田先生。それすごいですよね。確かにね、何年も研究してやる。いや、そうですよ。何年もやってもこれ分かんないんだよな、みたいなことあるじゃないですか。それがじゃあもう今日、全員できるっていうことですよね。もちろん100% とは言わないんですけど、そのために必要な身体操作、こういうものが必要ですよっていうことをブレイクダウンして、要は一から組み上げていけば、その時間内にできることはできます。今日全員塩田剛三になって帰れますよ。やりましたね。じゃあぜひ塩田剛三にしてください。いや、本当に素晴らしい。よろしくお願いします。わかんないからもうとりあえずちょっと持っていいですか？はい。持たせてください。はい。片手で。まあ両手にしよう、最初。はい。はい。こんな感じ、一般的にじゃあ崩すっていう。はい。はい。動作を。わかりました。では、ここにある力をちょっとまとめてマジか。はい。本当ですか？いや、嘘です。嘘です。はい。まとめる。マジか。ちょっといいですか？はい。同じところが。そう。マジか。はい。
違うところで、両手持ち。こんな感じで。もうなるほど。ちょっともう少し味わわせていいですか、ここら辺のところ。そうですね。まあ、例えばちょっと違う形にしましょう。なんかちょっとね、息上げみたいな感じで。でもね、なんでしょう、先生のなんか軸がなんか整って、そこで決められている感覚はありますね。なんか最初は好きなように持たせてもらって、その後、こうね、背筋をね、伸ばされた時になんかもうこっちも違うんですよ。なんだろうな、だから、いやなんでこう言って崩すわけじゃなくてね、でも先生のぶつかりは全くないんですよ。全然もちろん痛みとかそういうなんか力でグッっていうものではもうないですから、合気道に使える部分は多いと思いますね。ちょっと岩本さんで持ってみてください。いや、持ちたいです。僕だとね。いや、そのマサ先生は、だから体が整ってる可能性があるんですよ。いい受け、はい。だからもうその僕みたいに雑な受けにも効くんですかっていうのをちょっと伺いたいです。いや、もうこのベーシック両手持ち。はい。これもうガチガチでいいんですよね。ガチガチですよね。はい。これガチガチですよ。持ってるのを、はい。ここにまとめちゃって。はい。いや、これは思ったよりすごいですよ。いや、岩本さんの方がなんかやってる感がありますけどね。なんか忖度の隙がない。これどっちがいいんだろう、食らったがいいかなとかない。すごいですね。別にそうですね。手首持っても大丈夫なんですよ。手首、ここの部分。最初ね、やりにくい。ここ？手も、こういうこと？だって手ってなかなか難しいですから。これで、はい。ガチで持っていただいて、こうとまとめて。ちょっと待って一番やらせっぽい。いや、これ本当に良くないですね。叩きつけられ、けど本当に優しいっていうね。マサ先生の嫌な感じ一切しないっていう。ちょっと、これからくり聞いといてください。いや、これをね、できるようにならなくては、先生もね、伝えるっていう思いがね、先生あったので、ね、他の先生、ちょっとね、隠す先生もいっぱいいるじゃないですか、武道家ではね。隠しがちですよ、先生なんてもの、武道。そうですよね。それをオープンにされてる先生ですから、今日何でも深掘り、何でも、NG なしなんで。ちなみに今のやつが、僕はできるようになるんですか？なります。もう軽く言うちょっと回りませんでした。大丈夫すごくないですか？じゃあすごいですよ。だってこの手首を持ってってね、ここってなんか動かせない部分じゃないですか。指先にこう気を込めてっていう先生もいるけども、そんな感じではないんですよ。ちょっとだってこうですよ、持ち方が。これだからここと分離しちゃうじゃないですか。先生どうやってやったんですか、これ。これ分離しちゃうって今言い方をされたんですけど、分離させてるんですよね。まず分離させることがポイントです。この手首がこう動かない状態から動く状態にしたいわけですよね。こう分離させる。関節をこう待って。いや、最初握ってたから今のは動かせないです。動かされちゃうんですよ。これ普通に動かすと多分この手先から動かすんですよ。手首を動かせって言って手先から動かしちゃうとこれ相手を押さえてるんで動かないんですけど、この今手首って実はこう押さえられてないんですよね。前腕と手を押さえられてるけど手首は押さえられてないので手首自体は動く。待って。動いちゃう。手首自体は動くっていうのがポイントですかね。で、手首が動くようになると、この手首の動きを使って相手の押さえてる力を移動させることができるんです。例えば、こちらは前腕が押さえられてる力をうまく手首を使うと指先側に移動する。で、そうすると指先側から動かすことができる。移動した感じは増田先生ありました。あります。もう右手に移動させられた感じ。右手に移動させられました。でもそもそも手首、今先生簡単におっしゃってましたけど、ちょっと岩本さんいいですか？岩本さんがだって手首こんな状態で動かせないでしょ。そうですね。先生ちゃんとやってますね。増田先生ちゃんとやってますね。これが先生簡単に動かせてたけども、これどうこれをここにこう
コッと膨らんだところがありますね。手首の骨ってこう、はい2つこう膨らんだ部分があるはずなんですよ。はで、この膨らんだところを動かすつもりで、はいこう、ちょっと押し込んだり、引いたりすああ、ると、動く。動く。えこういう力がかかるんです。はい。ああ、はい。で、手首って言った時にこの手の方を意識するというよりは、この前腕の先端です。で、まあ、ここにこう2つをこう、わかりやすい目印があるので、この目印を自分で、なんだろう、こう、マジかはい。自分の手を使って、はいここを動かしてやると、うんまあ、楽にこう、手首が動く感覚がわかると思うんです。この時ちょっとこう、相手の力も使って手を動かさないようにして、はいここを自分で左手で動かしてる。そうすると手首がこう曲がってくる感覚。あとは上下とか。こんな感じが出てくると、動くな。こう手首が動く感じが出ますよね。ここでね、固定してるはずですけども、今のやり方だったら動く。最初のやり方だったら動かない。はい。で、まあこれ岩本さん、今の技をね、はいできるように。いや、そうですね。そのままもう僕ができるようにしてほしいです。そうですね。そのまあ手順を追うことになるんですけど、はい。この技って最初こうかけた時っていうのは、この押さえて、今、塩田先生に押さえていただいている右手の力と左手の力を、この手首の運動を使って、こう合成をするんですね。自分の手首のこう甲側にこうまとめてあげる。おーそれをこれ、相手の力同士で何割かこう相殺する形になるんですよ。浅先生、感覚いかがですか？相殺されてるって言葉が合ってると思いますね。そう。いや、もうダメですわ。もうダメ今もう、なんでしょうね。もうなんだろう、こっちの手もう無力になってるってか、だから最初こうね、力強く持ってたけども、今こっちに乗って、こっちはもう、なんもないような状態になってる、僕の中では。そうですね。で、あとはこれをまあ、どこに持っていくかって話です。この右手の力を左手の押さえてるところに持ってくれば、これは左手が無力化されます。逆に左手を押さえてる力を右手の方に持ってくれば、右手が無力化される。はい。という形で、こう、相手の力同士で相手を無力化するっていうことをいや、もう聞いてもなんだこれ。そっか。そっか。まあ無力化、僕さっき逆で言ってたけど、無力化、そう、乗ってて、確かにこっち何もできない状態になってるじゃん。それで、こっち側にも先生は移動もできたわけですよ。はい。だからこっちは僕は、無力化されてるんですよ。どっちかを無力化してるんですか？どっちも無力化してるんですか？それはその集める場所によりますね。なるほど。なんで、相手のどっちかを無力化した方がいいなという判断をした場合は、もう本当に、例えば左から右、右から左というふうにこう移動させます。で、両方無力化させた方がいいなと判断をした場合は、これをそれぞれの手から、例えば中間位置に持ってくるとか。これ今どっちも無力化している。そうですね。そうですね。持ってるけど持ってない感じがするってことですか？僕もうつま先立ちですよね。確かに。でも、ここに集中した力を動かしているという形。無力化だ。はい。だから無力化されてるから、本当に何をされてもっていう感じですね。なるほど。無力化させたいです。面白い。今、ね、本当に初見ですけどね、無力化ができるのか。だからこうやって、とりあえずこう下げようとするじゃない。なんかこうやるじゃないですか。いや、絶対下げれないですよ、これ。下げれないわけですけども、いや、無力化したら本当何でもできちゃう。まあ、そうですよね。無力ですもんね。で、まあ、これをこう、そうですね。ここから動かしてあげる。はい。で、動くようになったら、まあ、これはちょっとこう、相手の力を感じる作業がいるんですけど、特に例えば今だったら、この左手で押さえていただいている力をよく感じるわけですよ。あとこう、ぐーっとこうまとまった力があるじゃないですか。で、それを、この運動を使って、ちょっとこう送ってあげる感じ。相手の手先の方に。ですると、この力が相手の手先に今かかってるんですね。なるほど。で、塩田先生の、要は、こちらの岩本さんからかけた力っていうのは、これ別の力として認識するんですけど、この塩田先生の左手の力は、塩田先生こう自分の力なので、別の力として認識しづらいんですよね。なるほど。なので、このまま力をかけてやると、抵抗しづらく戻っちゃう。なるほど。こっちとこっちで相殺してくれてるから、僕の力でひょーっと。うわー動かした力はそのままダイレクトに伝わる。めちゃくちゃ感じれたんですけど、自分でできる気はしないですね。そうですね。そうですね。で、それはまずこう一番大事なのは本当にここが動かせるということなんです。まず。動かせるということが1点目で、2点目はこの相手の力をよく感じるということです。で、ここでプラスその大事になってくるのは脱力、力を抜くっていうことなんですけど、相手の力を感じながら、ちょっとこう、わざとこう、もっとこうなんですかね、しっかり握られちゃう。
握られちゃって、はい握られちゃうって言った時に今、こっちの力も抜いちゃったんですよ。はで、すると力がこっちに流れてくるんですよ。ああ、なるほど。で、こっちの力を抜かない、肘側の力を抜かないで、ここをせき止めたまま、はなんならちょっとこれ左手こうグッと握ってあげて、せき止める来ないよ、そうそう。せはいき止めたまま、はこの握られた力を抜くと、はい。こうちょっとこう、要はこっち側に行きやすくなる。ああ、はい。それをさっきの手首の運動で、はい末端にちょっと伝えてやる。はい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 。はい。まあちょっと動かしてる。そうですよね。もう少し。これをもうちょっと動かしてる。そうそうそう。こうとか。はい。はい。で、これ、動かしたら、はいもうちょっと相手の方にこう力がかかった状態になります。そうですね。はい。で、そのままあとは体で動かすれば。はい。ああ、だからそう今こっちの手ですね。なるほど。うん。すごい。できました。いや、でも、総裁って言葉も塩田子供使ってるし、これ両手持った方が簡単で、まあ、どっちの手も無力化できて、まあ、両方もできるっていうことなんですけど、そういう操作は塩田子供してたと思います。なんでね、あとはね、先生途中でね、持たれた手を感じるっておっしゃいましたけども、まあ、そこも合気道の部分というか、やっぱりなんか繋がってるのかなっていう感じはしました。ちょっとこれをね、皆さんも活かして、ぜひ練習してみてください。はい。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。